はいどうも皆さんこんにちは、金子でございます。ということで本日の食材がこちら、アワビっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、アワビ。だいたいこれで 200g ぐらいですかね。まあまあ大きめのアワビですね。まだ生きてますんでね。ちなみにちょっとサムネイルは間違えてしまいました。はい、そういう意味で設定したサムネイルでは全くございません。指が映り込んでしまっただけです。で、なんかちょっと変えれないみたいです。サムネがちょっとシステム上なんであれでいきます。ということで今日はこちらのアワビを使ってアワビのバター焼きを作っていくんですけども、一般的にはこのまま火に乗っけて焼くことが多いんですけども、それだとちょっと大きいじゃないですか。歯で噛み切らないといけないんで、お、キュッとなった今。なのでこのアワビ一回殻から身を外して切って、そこでまた殻に戻して、それで焼いていきたいと思います。そうしたら食べやすいんでね。はい、そしたらアワビの殻の外し方なんですけども、こうした時にこっち側に向けた時に、このボツボツがない方、こっち側ですね、こっち側からナイフを入れてってください。で、貝柱がこの中央にありますんで、こうやってスライドさせていきます。これで貝柱が外れました。そしたら反対側、こっちを引っ張ります。本当は肝がねここに残るんですけど、ちょっとついてきちゃいましたね。はい、これが肝ですね。これは使うんで取っときます。はい、そしたらこの状態になったら、ここに唾液腺が入ってますんで、これを押して取っていきます。これが唾液腺ですね。まあこれも別に食べれるんですけども、ちょっと硬いんで取っていきます。はい、そうしましたらこちらスライスしてって、この中に戻していきます。貝柱大きいですね、これ。アワビの貝柱ですね。アワビで一番美味しいところですね、これが。そしたら切っていきます。はい、こういう感じに切れましたら殻に戻していきます。貝柱はお刺身にしようかな。はい、そしたら肝を叩きます。はい、そしたら叩いた肝をこの上に乗せていきます。はい、こういう感じですね。ちょっと汚いですけども、これがうまいんですよ。はい、じゃあお刺身を作っていきます。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはアワビのお刺身からいただきます。いただきます。うめえ。アワビのお刺身ってすっごいコリコリして歯ごたえが半端ないイメージあるじゃないですか。アワビの貝柱は全然硬くないんですよ。お刺身で食べやすい部位ですね。おすすめ。はい、次こちらですね。少し醤油を垂らします。これで肝バター醤油焼きになりました。でね、こうやって一個一個分かれてるからこういう風に食べやすいんですよね。いただきます。今月作った食べ物の中で一番うまい。うますぎるでしょ。なんでアワビってあんなに歯ごたえがあるのに火通すとこんなに柔らかくなるんでしょうね。誰か教えてくださいよ。肝の苦味が大人の味だね。バターでいい感じに苦味が中和されてちょうどいい。はい、そうしましたら今日はこちらのアワビの肝バター醤油焼きとアワビのお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。グラスもキンキンに冷えております。今日はちょっと泡が多いか、6対4で仕上がりましたね、今日は。いただきます。うめえ。うめ。全然関係ないけど、釣り行きてえな。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。個人的には食べ方が一番おすすめ。貝柱はお刺身にしてね。で、あとはもうバター醤油焼き。肝もああいう風に潰して乗せて焼くとまんべんなく肝の風味がつきますんで。あと別件なんですけども、最近たくさんの英語字幕、中国字幕、日本語字幕
つけてくださるリスナーさんが見えます。本当にありがとうございます。助かります。ちなみに今日のアワビが1つ2500円でした。それじゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。